こんにちは。アメリカで駐在妻をしているマッコです。この動画では、私がアメリカから日本へ一時帰国した際の経験をもとに、日本、アメリカ、それぞれへ入国する際に準備した書類、コロナの陰性証明取得の流れ、そして空港や飛行機内の様子についてお伝えします。この記録は、2022年4月末に日本へ帰国、5月上旬にアメリカへ戻ってきた日本国籍の私の経験ベースです。出入国ルールは随時変更になりますし、航空会社や空港によって対応や流れは異なる可能性もあります。ご渡航の際は、この記録は参考程度にして、ご自身で最新の情報を調べていただき、安心で快適な旅にしてください。まずはアメリカから日本への記録です。私はアメリカ国内で1回、日本国内で1回乗り継いで、合計3つのフライトで目的地の空港へ到着しました。日本入国のために準備した書類は、COVID-19 に関する検査証明、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書の4点で、検査証明に関しては出国前72時間以内に検査を受ける必要がありました。これらの書類はすべて MySOS という日本入国のためにインストールを義務付けられているアプリに事前にアップロードして承認を得た状態で出発しました。必要な書類がすべて承認されると、このような緑色の画面が表示されます。書類の申請は搭乗便到着予定日時の6時間前までに申請が必要なのでご注意ください。続いてアメリカ国内で受けたコロナの検査証明についてお話しします。私はウォルグリーンズという薬局の最寄りの店舗で Rapid NAAT というテストを受けました。金額は無料でした。日本のフォーマットの検査証明書の記入内容に照らし合わせると、採取検体は鼻腔拭い液、検査法は拡散増幅検査 RT-PCR 法というものになります。検査から書類提出の流れとしては、まずは最寄りのウォルグリーンズの店舗に電話で問い合わせをして、検査結果を日本のフォーマットに記入してくれるか確認しました。できると思うとのことだったので、オンラインでテストを予約、店舗にてドライブスルーでテストを実施し、1時間後にはメールで検査結果を受信しました。この検査結果をそのまま MySOS にアップロードしただけでは承認されなかったので、改めて日本のフォーマットを印刷したものと検査結果をウォルグリーンズの店舗に持っていき、記載を依頼しました。こちらを改めてアップロードしたところ、無事承認されました。最初にアップロードした時に承認されなかったのは、検査方法などの選択を間違えていたからかもしれないので、一旦検査結果をアップロードしてみてもいいかもしれません。アメリカ国内の空港内の様子はこんな感じでした。早朝のフライトでしたが、レストランやお店はほとんど開いていました。国内線はほぼ満員なのにマスクをしていない人が多かったですが、アメリカから日本へ向かう国際線はほとんどみんな隣の席は空いているような状態で、マスクをしている人がほとんどでした。日本に入国した最初の空港でのコロナ検査の流れについてお伝えします。私は羽田空港でした。飛行機の着陸からコロナ検査を経て税関通過まではトータルで1時間半くらいでした。広い空港内をたくさん歩くことにはなりましたが、各ポイントでの待ち時間はほぼなく、一番待ったのはコロナの検査結果が出るまでの40分間でした。MySOS の事前登録が済んでいないと途中で足止めを食らうようでした。コロナ検査は区切られたブース内で各自唾液を採取する形式でした。私はアメリカから入国したのとワクチンを3回接種済みだったため隔離はなしで、この後国内線へ乗り継いで最寄りの空港へ向かってから公共交通機関で実家へ帰りました。日本での滞在を終え、次はアメリカへ戻った時の記録です。帰りは日本国内は新幹線移動して、
フライトはアメリカ国内で一度乗り継ぎをしただけでした。個人的にどうせ日本国内で乗り継ぎしないといけないなら新幹線の方が広々して快適だなと感じました。アメリカ入国のために準備した書類はコロナの陰性証明、宣誓書、ワクチン接種証明書の3点です。コロナの陰性証明は指定のフォーマットはなく、出国前1日以内に検査が必要でした。宣誓書は CDC Attestation Form と検索すると PDF ファイルが出てきます。私は陰性証明と宣誓書は事前に印刷して、ワクチン接種証明書も紙のものを持っていたので、すべてハードコピーで準備していましたが、フライトにチェックインする際にオンラインでアップロードする機会があったので、デジタルコピーでも良さそうでした。私の場合、陰性証明がオンラインでは承認されなかったので、結果的に空港にてデルタ航空のスタッフさんが全て目視で確認してくださり、問題なしとのことでした。アメリカ入国のための陰性証明を得るために、日本で受けたコロナ検査は木下グループのものです。木下グループ PCR 検査センターの支店で抗原定性検査というものを受けました。通常は1900円ですが、県民特典で無料になりました。住民票がなくても帰省しているのであれば県民という扱いで OK とのことでした。木下グループの結果通知書に記載されていた項目は、受験者氏名、検体採取日、検査結果、有効期限、検査方法、検体、使用した検査試薬または検査キット名、検査事業者です。このうち受験者氏名、検査結果、検査方法は英語でも併記されていました。日本の空港内の様子はこんな感じでした。アメリカに比べると人が少なく、国際線のターミナルは免税店など閉まっているお店が多かったです。一方、同じ空港でも日本国内で乗り継ぎした際は空いているお土産屋さんやレストランばかりでした。アメリカ入国時はコロナ関連の書類を提出することはありませんでした。つまり書類を提示したのは日本から国際線に乗る前のチェックインの際のみになります。アメリカの入国審査ではビザ関連の書類である I-20 の提示は求められました。以上、今年アメリカから日本に一時帰国した際の提出書類やコロナの検査についてお伝えしてまいりました。これから渡航する方の参考になれば幸いです。それでは。